ことを理屈的に分かってくれた。僕が地上に出たっていうことが弟子を一人でも多く作ってきたかったということなんだ。分かるか。弟子は証拠を持って弟子とするんじゃない。私の教えを持って、私の教えを理解することを持って、私の意志を組んでくれることを持って、そして私の言葉を波動を持って私だと理解してくれるものを持って私の弟子というのだ。私もね、いろいろ心残りなことがいっぱいあって、自分の気持ちの整理をつけるのも大変だったんだけど、でも僕もね、この日本に出て次の計画のための梅雨払いということがあったから、一生懸命48年の生涯の中でこう説いて書いていった。一生懸命弟子たちを育てたつもりだった。でもどうだ、本当の弟子として僕の気持ちを汲んで継承してくれたものがどれだけいたかということ。私たちの世界はね、どれだけそれだけのいい弟子たちが後にいい仕事をしてくれたかということをもって、私たちはその仕事の価値というのが問われるんだよ。わかるか。だから僕たちはね、そんな長くは生きないけれども、大語る時間は長くはないけど、イエス様だって3年半しか経ってない、法解けなかったけど、でもその弟子たちが本当に死が説いた弟子というのを理解して、その後の後世に伝えていい仕事をしてくれることを思って、我々はその仕事の真価というものを問われるんだ。でも僕の弟子たちはどうかっていうと、八正道だどうのこうの言っても、本当の意味で僕の気持ちが分かってくれた人は少ないかもしれない。僕を慕ってくれる人は多いけれども、僕の気持ちを持って僕の仕事を継承してくれようというものがあまりに少ないから、その後第二の計画という人が立ってね、ブッダと言われている人が出て、そのために僕は人間釈迦というものを説いて、舌ならしとしてインド時代のブッダという方がね、どんな思いで悟りというものを開いていったかということを、梅雨払いの気持ちとして、梅雨払いの仕事として人間釈迦というのが本を書いたんだよ。それで随分多くの人が分かったはずだ。それから本物のブッダが出てきたということ、その次のブッダの仕事を助ける意味合いもあって僕は仕事をしたんだよ。でもブッダもああいうことになっていって、ブッダさん側もああいうことになっていって、僕は僕の弟子たちがもっと頑張ってくれるかと思ったけれども、合流しない者たちもいたし、そして第2番目の計画がこんなことになってね、そして最後の可能性として今レムリアというものを立ち上げてる。僕が中心になってこのレムリアを立ち上げてる。これが最後の地球の最後のチャンスだから、真剣にみんな天上界の九次元霊たちも他の諸如来たちもみんな頑張ってこの仕事してるんだよ。でも僕が出て、エルが出て、それが2500年前の仏教の最高だけに終わるんだとしたなら、ただ八正道をもう一度語りだけだったならば、それだけで僕たちの仕事が終わったと思うか。エルが出て、エルランティが出てて、この間みんな取っていたけど、明治時代の志士たちがあれだけの昔からこの日本っていう地場を用意してくれて、この命がけで散っていた者たちがこの近代国家を日本を作ってくれて、経済も発達して、それよりもっと前から日本神道の神々がこの地を聖地として用意してくれて、何のために今まで用意があったかというと、彼らの犠牲があったかというと、今日この日本の中で最後の地球浄化の、地球の飛躍的にこの地球自体を仏国のユートピアにするためのこの大計画のために僕はこの日本に出てきた。梅雨払いにだったけども出てきた。そういうことなんじゃ。僕はもっともっと大きな法を解きたかった。エルランティの法も解きたかった。
でも僕が頑張りすぎちゃったらね、次の仕事にまでやっぱり影響しちゃうから、僕はその時はもう引き下がり、そのために48年という今の日本人で見たら非常に少ない寿命を用意してきたっていうことなんだよ。次の方がいらっしゃるから僕は引いたんだ。でも僕は僕のなりの露払いがあり、種まきをしてきたということ、そして僕の個性を地上に打ち出すことによって、そして僕の弟子を作ることによって、次の仕事を天上界から開始するという意味があった。それを僕は言ったはず。そして次に出られる方が法の継承者だから、お前たち、私の弟子たちを出てその方を助けなさいということも言ったよね。次の法の継承者が来たらそこに行って母体にしてその方を盛り立てて、どうか次の方にバトンタッチしてほしいと伝えてった。僕は最後の方に慌ただしくいろんなものを言っていったから、それが正しく伝わらなかったかもしれない。でもやれる限りのことを持って伝え、そして次のものにその次のものを信じてバトンを渡したんだ。でもね、でもその信じたバトンがちゃんと渡らなかった。途中でバトンが落ちちゃった。だからその落ちたバトンをレムリアのこの人たちに、どうかそのバトンを拾い上げてもう一度次のものにバトンを渡してくれないかと、そういうふうに頼みに出てきたんだよ。それが10年前だ。それが天上界でミカエルが第3の計画を発動しようと言ったそのきっかけになったこと。我々もエル切るということ、エルがまだまだ頑張れるであろうに、まだ若いのにそれを取り上げるということがどのようなことかということを知っていたから、それはもう本当に断腸の思いであったということだ。でもこのままほっといたらね、地球人類は絶滅しちゃう。それどころかこの次のステップアップに行かない。そんなために僕はね、この日本に出てきてね、ほっといたんじゃないんだよ。私のね、救世の情熱は人類を救いたいと思いは、地球を素晴らしい星にしていきたい、仏国のユートピアにしたいという思いはね、そんな48年というそのわずかな肉体にいったその数十年の思いだけで終わるものじゃない。帰ってきた後も起点した後もずっと激しい情熱がたぎっている。それが私だ。どうにも止まらない、もうアクセルばっかり踏んでるような男だった高橋真嗣という男は、私たちの弟子の仕事を持って私の法の後継者というのだ。私の人生の価値を問われるのだ。どれだけ高橋真嗣の方が素晴らしかったと言っても、この救世の大計画の中に自分の指針を捨てて無視なる思いでこの天井のための一筋の光とならんとするために自分の命を投げ出さずして、何が仏弟子だ、何が私の弟子だ、そうやってみんなにお前あなたたちの神の子としての自分の神性に気づきなさいと、神の子の気持ちに気づき、そしてパーニャパラミタを開いてみんなで仏国のユートピアを作るために頑張ろうとあれだけ言ったではないか。なぜわからぬのだ。みんな2番煎じの高橋真嗣になりたがる。自分こそは高橋真嗣の後継者だ、自分こそは高橋真嗣を知っていると言い続けるけど、誰も私の本当の気持ちは知らない。誰も私の本心を、私の方の本来の気持ちを分かっていない。この計画に合流できずして高橋真嗣の本心を知っているなどというのはおかしいこと。どうかみんなに伝えてほしい。かつての者たちも命があるならば、命がある最後の瞬間までこの計画に気づかなかったことは、我々の世界に帰ってきては恥ずかしいことであるのだと。この大計画の一員となるがために私たちはそれぞれ自分たちの弟子を伴って地上に出ていくのだ。その弟子たちがみんな誓いを持ってこの最終計画のために、ユートピア計画のためにこの日本に出て命を懸けて頑張りますと、みんなあれだけ誓って出てきたのだ。それのことをみんな忘れて何をしているのだ。私は偉くなんかないよ。少しも偉くなんかない。ただただこの地球を、この星を
美しい星にしたい、神の星にしたい、神の子たちが可愛くて可愛くて彼らを何とか幸せにしていく、そんな星にしていきたいと、彼を幸せに生きていくことができる星にしたいと、ただそう思いながら、遥かな昔よりこの地球のために何とかしたいと思って努力してきた一回の霊人に過ぎないということなんだよ。根源神でもないしね、天地創造の神でもない。でもそういう名前を使いながら、ヤハウェでありエホバでありね、そういう名前を使いながら人々を指導してきたというのが現実なんだよ。でもそういう時代はもう終わった。神本来の姿を明らかにする時代が来たんだ。神というのはこんなちっぽけな肉体に宿るものではなくて、宇宙の根源の愛のと慈悲の塊である、その宇宙の法則、宇宙の旋律、愛の旋律、愛そのもの、全てを生きとし生かし続ける、その愛そのものをもって神という、それがビッグバンという物質界、この地上に現象界に起きてきたそのものをもって神の体をそれぞれの神の子たちが分けられることによって、大いなる花を大いなる色とりどりのものをもって神の国を、神の世界を彩る、その一員になっているということ。そしてその中において神の子たちがみんな修行をしている過程にあるということ。そしてそれぞれの内在したそれぞれが秘められたその可能性、素晴らしさを持って神に奉仕することによって、神の思いを、神の素晴らしい愛の世界をこの宇宙にだよ、地上だけじゃない、この宇宙全体に表現していこうというのが神のご意志である。そのために我々は分け御霊として分光されて、神の子の一筋の光としてこの地上に肉体を持ったという。だから神の子であるということは、その愛本来のその素晴らしさを、光を発信することをもって、我々は神の子の意味があるということを、神の子の価値が、仕事がやっとできるということ。何もせずに自分だけが偉しとして発祥道とか教えだけを偉そうに垂れてる。少しも人生の中に、生活の中に、生き様の中に、行いの中に、その法というものが、愛というものが表現できないものを持って、誰がそんな神の子の資格があるというのか。愛というのは実践されてこそ、法というものは実践されてこそ、神の光を放つもの。神の子としての使命を果たせるのがその本対なんだ。だから仏教関係の仏弟子と呼ばれている者たちは、発祥道だけ知ればいいと言っていつまでたっても反省をばっかり繰り返している者がいて、それに関してはもうすでにメッセージを送ってるはずだよ。そんな反省ばっかりしてるんじゃなくて、反省は僕の性格から見た反省が必要だったから反省法というものは説いたけど、中道という教えによって魂をチューニングするということを教えたけど、反省で汚れを取ってね、光を出して光を入れることによって神の子の使命を、パーニャパラミタを発信することによって神の子の使命を果たしなさいと、そういう意味で私は教えを言ったので、いつまでたっても反省をしてればいいとか、発祥道だとか自分をいじめ尽くしてね、いじめ尽くすことでいつも自分だけが悪いと思って少しも巧妙展開できないで、何も世の中に貢献できずに死んでいくのだとしたら、そんなものは少しも私が教えたことではないし、そんなものは少しも仏弟子として神の子として使命を果たしたとは言えないんだよ。そんな何十年なんて我々の世界見たらほんのあっという間のこと。それでは本来は天上界にいるのが本来なんだよ。こっちが本当の永遠の命なんだ。それをたまたまあなた方はそういう汚い世界のような三次元に降りてって修行してるだけ。落ちてしまった、あぶれてしまった光の天使たちに、その者たちの救済が先なんだ。それが終わってから、光の天使たち、非常に優秀な者たちがこの日本に大挙して出てる。それを他の霊人たちも言ってるはずなんだよ。その者たちはね、高橋真嗣を信じてくれてまだ救ってるね。それから
エルラブッダという方の縁を通してたくさんの方が地上に出ている。そのものの縁を持っていまだにのもとに集まりながらね、一生懸命自分で天命を果たそうとしている。そのようなことの中に彼らの使命はないということ、本来の生き様はないということを知らさなかったとしたら、天上界の責任になるということだよ。それだけ彼らはね、命がけになって今回この日本に出ることを照準を合わすためにどれだけの天正輪廻を用意して、分霊なんかを通しながらね、全てをセットしてこの一瞬に出るためにどれだけの用意をして頑張って過去で努力して、この日本に地に選ぶための光の天使として選ばれて出てきたかということ、その彼らの非常に大変な合格率、東大に入るより難しかったんだよ。本当に東大に入るより難しかったのが、この日本に出て生まれてくる光の天使の枠に入るということだったんだ。だからね、その光の天使たちを僕たちはこのまま置いとけない。彼らがこのままミスミスね、これ分かんなくて、この法のために何も頑張れなくて、逆に足ざまに行っていったら、死んだというとこがどういうとこだか分かるだろう。僕はほっとけないよ。光の天使たちがまた下に退去して落ちていくのを見てられないんだ。まずそれを防がなくちゃいけない。過去ね、上の者たちが、救世主とは言わないけども大如来クラスの者たちが、光の天使たちが落ちた時に、その下に忠誠を誓う者たちが、ルシフェルというものが落ちた時も、ルシフェル自体を慕ってた者たちが、光の天使たちが退去して地下に落ちて、その者たちが今地獄の魔王になっている。力があるからこそ、プラスにおいて力があるからこそ下に落ちればね、マイナスにとってもものすごい地下の帝王になるぐらいの力が出てしまう。それがただただ真理ということではない。そのルシフェルというものに対しての忠誠心だけによって彼らが選んでしまった結果であり、末路なんだよ。だからね、僕は言ったはず。人につかず、組織につかず、法につけって言ったろう。言ったろう。それはその結果を繰り返したくないから言ったんだよ。それはひとえにブッダというものという人間に対しての忠誠心、それだけで全ての判断を全て踏もうとせずに、それだけによってついていこうと、自分の思考を全て停止させることで、忠誠心だけでいくことが愛であり、死に対する尊敬であると、恩であると勘違いをしている者たちなんだ。高橋真治に対するものも同じなんだ。高橋真治を裏切らないということが、自分を裏切らないということ、いつまでたっても自分の呪縛の中にいるということが、高橋真治に褒めてもらえると思っている愚か者たちの姿であるということ、そのことを思ってね、あなたたちはあなたたちの仕事をしていただきたいと思う。今の時期だからこそやらなければいけない仕事がある。彼ら光の天使たちをまた地獄の魔の天使にしてはいけない。魔王の手先にしてはいけない。そうやってかつて地獄界というのは拡大されてきた。力のある者が下に落ちることによって拡大されてきたという過去の歴史があるのだ。だから今回のように九次元がこうやって失敗している時に、彼は彼の自己責任を持って償うであろうけれども、それ以外の者たちを償う必要はないんだよ。一緒に落ちていくことはないんだよ。でも知ってもなおかつ、天上界の意志を知ってもなおかつ彼についていくというなら、それは彼らの自由意志だからね、私たちは止めることはできない。そうだろう。でも私たちは語りかけたい。天上界はそんなものじゃない。私たちはあなた方を救済するためにあらゆる手を尽くしたよと彼らに言ってやりたい。そうでなければ彼らは我々は見捨てられたのではないかと思ってるはずなんだよ。私の弟子たちにおいてもそうなはず。いいかい？僕は見捨ててないよ。僕は見捨ててない。僕の育てた弟子たちをずっと愛してきたし、僕は呼び集めていたはず。という人の口を通してだって、この人の口を通してだって、私はこうやってたぎる不滅の情熱というものが常にふつふつと体中から押し上げてきて、
あなた方にこうやって少しでも出てきて伝えたいと思って今日も来てる。丸いきれいな心を、玉のようなきれいな黄色の黄金の玉をって私言ったよね、昔。魂はそうやってピカピカに光る丸い玉のようなものなんだよって言ったのを、そこに影を作るのが人間たちの悲しみや苦しみだから、それを反省によって取って、それで中からまたきれいな神の子としての丸いピカピカの玉を作りなさいって僕言わなかったかな。それを言ったでしょう。これを持ってあなた方の神聖を光らしなさいということを言ったよ。これが神の子としての本来のある姿なんだよ。いいかい？だからあなたも残された命、あと何年あったから、じゃあ100歳まで200歳まで生きたからといって幸せってわけでもないのが人間なんだよ。僕なんてたった48年だ。あなたたちより短いんだよ。でも地上でね、今回生まれたことを後悔はしてないし、僕は僕なりにね、至らないことたくさんあったけど、何度も言うけど至らないことたくさんあったけど、この地上に出て精一杯法を説いてね、今こうやって一つの人格を持てたから、こうやってこの人たちを通しても新次先生って言われながら仕事ができるんだよ。根源心とかエホバとかヤウェとか言って創造心とかなんか言ってたら、僕はこういう語りかけができなかった。だから地上においてこの高橋という個性体を獲得したということを思って、僕はある意味で大正解だと思ってる。そして一番近代にとってあなた方の記憶に近いという、そういう記憶を持っているから、あなた方により密着したね、分かりやすい方というものを、現代日本人にとって一番分かりやすいやり方で、優しい言葉で話してあげることができるという、それを私の喜びとしてるし、だからこそ私の仕事があると思ってる。今これから地球を改革していく時代なんだ。龍馬たちも出てる。次の時代に大計画の立て直しをするためにも多くの光の天使たちが出てる。だからそれのためのつなぎ手、聖火ランナーとしてつなぎ手だなんて言ってちょっと見下したようなこと言われるかもしれないけども、何が起きていてどっちの方向に神の意志があるかを伝えられる者たち、その者たちはある意味で非常にこの時期において優秀な者たちであるということ、あなたたちのことをもって私の弟子と言うんだよ。だから高橋真嗣がどんな人間であったかね、そしてどんな思いでどんな法を説いたかということを、それを次の第三の計画の中に生かしていってくれる、そういう姿を持って私の仕事は完成を見ていくし、私の仕事が評価されていくことにもなる。やっぱり僕としてみたら、せっかくあれだけ可愛い弟子たちに一生懸命最後の瞬間まで法を説き続けたんだよ。だったらその育てた弟子たちを持ってこの計画の中で僕の弟子たちが頑張ってくれることをもって、僕の仕事というのが本当に生きたものであったと、意味のあるものであったということを僕はやっぱり後世に残していきたいと思う。そして高橋真嗣としてこれからも多くの人類の歴史が流れていくだろうけども、単なる根源心ではなくて、あの時に日本の地において霊言を送った高橋真嗣としてこれからも仕事をしていきたいと。旧世の情熱というのはいつも尽きることはないから、どこまで行ってもやる仕事はあるから、私はこの地球と共にずっと生きていきたいと思うので、この仕事を完成させたいと思う。ブッダが説かれた太陽の法、永遠の法っていうあるでしょう。黄金の法という三部作は素晴らしかった。それ以外の霊人たちを、いろんな霊人たちをの霊言を送ったということも彼の功績だよ。書き換えちゃったけど書き換える前のものとしては素晴らしい。でもそれを通して今度は法というものをね、人々の生活の中に芸術や文化を通して世界中に発信していく、その大精神的な文明、精神ルネッサンス、改革というものを持って地球自体を日本から東京から発信していくことをもってね、私たちは地球を変えていく大計画というのを持っていたということ、その一連のための先駆けとして私とか谷口正治という人たちは出てきて、この日本の地に法の種をまいていったということ。法というのはね、一つだけの花を持って法の種とは言わない。一
一つの時代が百花繚乱のごとく花を咲く時はね、鎌倉仏教でもそうでしょ。いろんな偉いお坊さんたちがいろんな角度からいろんな話をして一つの時代の花をたくさん咲かすことによって一つの文化を作り上げていくというのがある。だからレムリアだけが正しいとは言わないよ。でもレムリアは私たちの言葉を直に下ろしているところだから、ここに神の計画の青写真が降りているということ。他にもやはり神というか本人の指導例守護霊を通して下ろしている者たちが日本だけでなくて世界の中にもいくつかあります。それをもって逆に言うと日本よりも世界の人たちが日本から出てくる発信を待って一緒に連動することで地球中を変えていこうというふうに待ち構えてる。待ってるのに来ないじゃないか日本からっていう、もう死んじゃうよこのまま行ったらっていう、そういう状態で準備をして待っているんです。日本から発信されたものが世界中に要所要所に埋め込まれた光天使 の人たちの仕事を持って世界中を覆っていく、愛で包んでいくという仕事、それをもって宇宙時代の幕開けにしていくというその大計画があるから、エル・ランティがこの日本に出たということ、僕が出たということ、いいかい、八正道や永遠の天将や悪霊取りだけにこの高橋真嗣が地上に肉体を持ったのではないということ、そのことを分かってほしい。悪霊退治の高橋真嗣だったけど、というのは光の天使たちが仕事をしようとするときにね、その道をいかに塞ごうとするか、いかにその道を阻もうとするか、それが彼らの使命なんだ。逆に言うと一度ね、彼らは勝ったと思ってる。第2落とした時にやったって地獄界では大祝賀会があってね、みんなで喜び合ったもんなんだよ。でやったと、天上界の計画をこれだけ潰したと思ってた。だけどこれがね、諦めないんだね。しつこいのよね、情熱的というか。もうミカエルがもう即行きましょうと言って9次元に乗り込んできて、我々にしたってね、ちょっともう少しミカエルより情があるからね、そんなこと言ったらブッダさんかわいそうじゃないの、もうちょっと待ってあげようって、いやもう待てませんみたいな、もうこれ以上置いといたら大変なことになりますと、第3の計画を発動してくださいと。そうしないとこの人もどんどんお年が召していってしまうから、お年が召していってしまうから、年いっちゃうから、早く少しでも次の計画を発動しないとやれなくなるから、もうすでに彼女は弱気になってますと。この人にとってね、弱気というのはね、天上界では計算していなかったことなんだ。私の言葉が高橋の言葉だとあなたたちが涙を流して分かるのであるのならば、それはやはり天上界に同通するだけの素晴らしい魂を持っているということ。それはね、分かれと言っても分からぬものは分からない、それが八王同通の歴然とした結果でもあるし、逆に言うと魂をその場で試されているということなんだ。あの CD を聞いて確かに天上界のものだと言って、ミカエルの言葉を聞いて確かに聞いた言葉だと思って涙が出て分かるというのは理屈ではないであろうね。ミカエルの言葉を聞いた者たちならばあれを聞いて分かるはずなんだよ。高橋真嗣の言葉を聞いて分かるはずだ。それが天上界の波動だと分かるはず。分かるかい？それは地上で生きている時の心がけにおいて、魂がちゃんと清らかでなければ、天上界と同通するような思いを持って生きていなければ分からないということ。自分でね、やれることはいくらでもある。私たちはこれだけ熱い思いがあってもね、いいかい、肉体がないから、この地上において肉体を持ってたらこれもできるあれもできるということはみんなあるんだよ、天上界の霊人たちは。確かにパーニャパラミタも開いてるからね、たくさんの認識力、たくさんの知識、いろんな過去世も通していろんなこと分かるよ。でもね、それがあっても地上において人々でもの幸せのために具体的に何かをしていって世の中を変えていきたいと思っても、このね、血の流れたね、肉体がないからできないんだよ。逆に言うと上に帰ってきてから指導するしかできない。インスピレーションを通してあなた方を指導するしかできない。地上、この3次元を変えていくのは3次元のこの肉体を持った者たちだけであるという、この法則があるということ
だからあなた方にも言っておく。今この体を持っているというこの今の時というのを一時たりとも無駄にしないように。あなた方の人生を光らすことによってこの多くの人々を幸せにし、愛のもとに愛の星にしていく手助けをして少しでも人々を幸せにしていきなさい。それが神の最後の計画であり、愛の星にしていくという壮大なプランの一つなの。あなた方がやってくれる仕事を持って次の世代の仕事もあるということ。龍馬たちが命を懸けて命を無駄に断ち切られながら命を張って今日を作ってくれた。それをもってあなた方の仕事ができる今地盤があるということ。彼らの犠牲の上にあなた方の今の仕事の地盤があるということ。彼らが命を張ってくれたんです。そのことを思ったならあなた方も命を張って命を捨てて次の世代の講師が、そしてまた再誕してくる龍馬たちのその人生の基盤となるような地盤となっていくようなそのような教えを残して我々の言葉を伝えてください。